日はボロネーゼを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はボロネーゼを作りたいと思います。はい、ということで今回はパスタレシピをご紹介していきます。今回はパスタの定番ボロネーゼを作っていきたいと思います。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。パスタ、合いびき肉、ホールトマトの缶詰、玉ねぎ、人参、セロリ、ニンニク、ローリエ、パセリ、具材などはこちらを使っていきます。まずパスタなんですが、今回は 1.9mm のちょっと太めのパスタを使っていきます。このパスタの太さに関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。そしてひき肉ですね。こちらは牛と豚の合いびき肉です。トマトの缶詰に関しましてはホールタイプを使っていきます。カットタイプでも大丈夫なんですけれども、ホールタイプの方が旨味が凝縮されてますのでホールタイプがおすすめです。そしてニンニクに関しましては生のニンニクを使ってください。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。赤ワイン、ケチャップ、お砂糖、お醤油、有塩バター、粉チーズ、塩コショウ、オリーブオイル、お水、塩、こちらの材料を使っていきます。まず赤ワインについてですが、こちらはお好みの赤ワインを使ってください。そして味のポイントはお砂糖とお醤油です。砂糖を加えていただくとコクが加わって全体的にとても美味しい仕上がりになります。そしてお醤油に関しましてはちょっと加えていただくと味が締まって美味しく仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに玉ねぎをみじん切りにしていきます。みじん切りのやり方はお好みのやり方でやってください。ではみじん切りにしていきます。はい、玉ねぎはこのようにみじん切りにしてください。それでは続いてセロリです。セロリも同じようにみじん切りにしていきます。まず半分に切って縦に細切りにしていきます。細切りにしたら横にして、あとはまとめて細かめに切っていきます。はい、OK です。セロリはね、少し細かめにみじん切りにしてください。それでは続いて人参です。人参はね、まず皮を剥いてください。はい。で、このように皮を剥いたら、人参もね、みじん切りにしていきます。まずこのように薄切りにします。この時ね、ちょっとぐらつくので手を怪我しないように注意してください。あとは適当に重ねて縦に細切りします。はい。で、細切りにしたらこのように横に並べて、あとはまとめて切っていきます。はい、OK です。人参も少し細かめにみじん切りにしてください。では続いてニンニクです。ニンニクはね、まず半分に切ります。そしてニンニクの芽を取り除いてください。これはえぐみの原因や、あとは焦げやすい部分になるので必ず取り除いてください。そしてニンニクも同じようにみじん切りにしていきます。はい、OK です。このように細かくみじん切りにしてください。はい、それではフライパンで炒めていきます。まずフライパンにオリーブオイルです。そしてここに刻んだニンニクを入れます。一度ね、ニンニクにオリーブオイルをなじませてください。ニンニクにオリーブオイルがなじんだら火にかけます。火加減中火です。このままニンニクの香りが出るまで一度加熱してください。はい、今ね、このようにじゅわじゅわっとしてきました。ニンニクの香りも出てきたので、続いてお野菜を入れます。人参とセロリと玉ねぎですね。全部一度に入れちゃいましょう。そして全体にまずね、油を回してください。油が回ったら火加減弱火にします。そして塩コショウを軽く振ってください。で、混ぜていただいて、そしてこのままですね、弱火でじっくり15分ほど炒めていきます。そうすることでお野菜の旨味がしっかり出て美味しい仕上がりになります。少しね、時間かかるんですが、頑張って炒めてみてください。はい、15分経ちました。15分経つとこのようにね、お野菜がしんなりとした状態になります。そした
したら火を止めます。このようにしっかり弱火で火入れしていただくとお野菜の旨味を引き出すことができます。そうしましたらこのお野菜は一度バットなどに開けてください。このようにバットに開けておきましょう。それでは続いてひき肉を炒めていきます。まだフライパンが少し熱い状態なので火にかけずにまずこのままお肉を入れてください。お肉を入れたら一度ねゴムベラでフライパンの底に押し付けます。あんまりね薄くならないようにこんな感じで寄せて押さえつけます。この状態で焼いていきます。そうすることでお肉がゴロッとした仕上がりになってさらに焼き色もつくので旨味がアップします。ではこのまま火にかけます。火加減は中火です。そしてこのままですね焼き色がつくまで焼いていきます。この時お肉をほぐしたりせずに焼いていってください。はい、でだんだんねこのように油が結構出てきます。なので軽くね油を拭き取ります。全部拭き取るとね旨味も一緒に拭き取っちゃうのでだいたい半分ぐらい拭き取るイメージです。はい、でね今だいたい2分ほど焼きました。そしたら一度ね焼き色をチェックします。そして焼き色がついてたら裏返します。このように崩れちゃっても大丈夫です。やけどしないようにね裏返してください。こんな感じ。はい、で片面も動かさずに焼いていきます。さらにですね結構油が出てくるので油の拭き取りはね時々行ってください。ただ油跳ねにはね十分に注意してください。両面にねきちんと焼き色がついたら一度火を止めます。そしたら続いてここに赤ワインを入れてください。そしてまた火にかけます。火加減弱めの中火から中火ぐらいです。このままだいたいですね3分ほど赤ワインのねアルコールを飛ばしながら加熱していきます。その時もねそんないじらなくて大丈夫です。このまま加熱していきましょう。はい、今ね3分ほど加熱しました。そしたらまた火を止めます。そしてここに炒めたお野菜を入れてください。続いてここにホールトマト、そしてケチャップ、お砂糖、そしてローリエですね。これはパキッと2つに折って入れます。はい、そしてお水を入れます。これで火にかけましょう。あとね塩コショウもちょっとふるってください。これでホールトマトを潰しながら煮詰めていきます。火加減最初は中火ぐらいで OK です。まずこれで一度沸騰させてください。お肉はですねだんだん自然とほぐれてくるので無理やりねほぐしたりしなくても大丈夫です。トマトだけはねこのようにほぐしてください。はい、でこのように全体がグツグツ沸騰したら火加減は弱火にします。そしてこのまま20分水分を飛ばしながらじっくり煮込んでいきます。煮込んでる最中は時折このようにかき混ぜながらね煮込んでください。はい、今20分経ちました。20分経つとこのように水分が飛びます。火加減とかあとはねお鍋の大きさによっても変わってくる場合がありますのでこのぐらいを目安に煮込んでみてください。そうしましたらここにお醤油を入れます。醤油はね後から加えてください。そして混ぜます。はい、で混ぜたらもう一度クツクツするまで一度加熱してください。火加減はねそのまま弱火です。このようにクツクツしたら火を止めます。そしたらですねこのまま一度粗熱を取って軽く冷まします。だいたい1時間ほどですね粗熱を取ってみてください。そうすることで味が馴染んで旨味もアップします。時間がない時はねそのまま進んでいただいても大丈夫です。ではこのまま冷まします。それではパスタを茹でていきます。まずですねフライパンやお鍋にたっぷりのお水を沸かしてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここに塩を入れてください。そして塩を入れたらパスタを入れます。パラパラパラーっと全部入れてください。パスタを全部入れたらこのまま8分30秒茹でていきます。このパスタはですね10分茹でなんですが袋に記載されている時間よりも1分30秒短く茹でてください。そうすることで最後仕上がりがちょうど良くなります。それではこのまま茹でていきます。そしてこちらのソースなんですが茹で上がる 2,3 分前ぐらいから温め始めてください。はい、では
らね、今パスタが茹で上がる2分前になったのでソースを火にかけます。火加減中火から弱めの中火ぐらいでソースを温め始めてください。もしコンロの口が1つしかない場合はパスタを茹でる前にソースを先に温めてください。はい、8分30秒経ちました。そしたら火を止めます。そしてこちらのソースにパスタを入れます。こちら一度温めておいた状態です。今は火にかけてない状態です。ここにそのままパスタの麺を入れてください。そしてあとはね、パスタの茹で汁ですね。お玉1杯弱ぐらいですね、入れます。こうやってね、茹で汁を入れていただくとソースとの馴染みが良くなります。そしたら火にかけます。火加減中火ぐらいです。これでソースに絡めながらだいたい1分ほどですね、加熱していきます。この時にね、ローリエがちょっと邪魔かなと思ったら取り除いちゃって OK です。はい、OK です。1分経ったら火を止めます。そして最後ここにバターを入れてください。バターを入れたらもう一度火にかけて、バターが溶けるまでまた火にかけます。最後にね、バターを入れていただくとバターの風味がきちんと残ってとても濃厚でまろやかな仕上がりになります。これでバターが溶けて馴染んだら OK です。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。それではお皿に盛って粉チーズとパセリを散らしたいと思います。はい、これでボロネーゼの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかりソースも絡んで美味しそうに仕上がってます。最後はお好みで粉チーズとパセリを散らして召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。ソースが馴染んでてすごく美味しいです。このね、ボロネーゼのソースが最高ですね。そしてパスタの硬さもちょうどいい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のボロネーゼのポイントです。まずお野菜ですが、お野菜は全部みじん切りにしてください。そしてその後ですね、弱火でじっくり15分ほど炒めてください。そうすることで野菜の旨味を引き出すことができます。この時ですね、焦がさないようにだけ注意しながら炒めるようにしてください。そしてひき肉を炒める時のポイントなんですが、ひき肉は細かくせずに、まずフライパンの上に広げて、そして焼き色をつけるように焼いてください。炒めていくうちにどんどんひき肉もね、ポロポロっと小さくなっていくので、最初は塊状にして、そして焼き色をつけていただくことで香ばしい仕上がりになって、あとは最後仕上がった時に程よい大きさのお肉の塊になります。お肉の塊があることによってとても食べ応えのあるボロネーゼに仕上がります。そしてこの時ね、結構お肉から油が出てくるので、程よく油は拭き取ってください。全部ね、拭き取ってしまうとお肉の旨味もね、全部なくなってしまいますので、だいたい半分ぐらいですね、拭き取っていただくといいかなと思います。そしてその後残りの材料を加えて20分弱火でじっくり煮込んでください。この煮込み時間なんですが、お使いのお鍋とか、あと作る環境によって水分が飛ぶ適正な時間が変わる場合があります。なので様子を見ながら時間は調整してください。その後ですね、1時間ほど粗熱を取っていただくことで味がしっかりと馴染んで、より美味しく召し上がっていただけます。もし時間がある時は1時間置いてからパスタを茹で始めてみてください。そしてパスタを茹でる時のポイントです。パスタを茹でる時なんですけれども、茹で時間は袋に記載されている時間よりも1分30秒ほど短く茹でてください。そうすることで最後仕上げた時にちょうどいい硬さになります。ただですね、ちょっと柔らかめがお好きな方はですね、1分ぐらいか、もしくは袋に記載されている時間通り茹でていただいても大丈夫です。こちらはパスタのね、種類によっても変わってくると思うので調整していただけたらと思います。ちなみに今回私は 1.9mm の太めのパスタを使ってます。そして最後ソースとパスタを合わせる時なんですが、パスタが茹で上がる 2,3 分前ぐらいにソースを温め始めてください。もしコンロがね、2つ口ない場合は最初にソースを温めておいてください。そしてその後ですね、パスタをそのまま入れて、あと茹で汁も大さじ1杯弱ぐらい入れてください。少しね、茹で汁を入れていただくことでソースとの馴染みが良くなります。あとはだいたいですね、1分ほど絡めながら火にかけて召し上がってください。そして最後は粉チーズとパセリを散らして召し上がっていただけたらと思います。少しね、作るのに時間はかかるんですけれども、作る工程自体はすごく簡単です。手軽な材料で作れるのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はボロネーゼを作りました。私のチャンネルでは
他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。